皆さんはじめまして、漫画素材工房と申します。この動画では皆さんが共通して抱えるあるあるの人体の悩みを美術解剖学に基づいて解説し、苦手を克服しようというコンセプトでお伝えしてまいります。海外の方は英語字幕を用意していますので、設定から字幕をオンにしてご視聴ください。まず私について簡潔に自己紹介をしますと、個人的な美術解剖学の勉強をまとめて Twitter や Pixiv などでその勉強結果を公開しています。現在それぞれのアカウントで13万人超と大変多くの方にフォローをいただいています。どちらも無料ですので、説明欄からチェックしてぜひフォローください。今回はそのフォロワーさんから動きがどうしても硬くなってしまう、どうしたら自然な動きが描けるでしょうかというお悩みをいただきました。動きについては私も本当に下手くそで長年悩んでいました。ポーズ人形をいじったりいろいろ工夫しましたが、何かが違うんですよね。ですが美術解剖学を学んでからなんとなくですが、自然に見せるための原理が分かってきましたので、今回頑張って解説をしてみたいと思います。今回の動画でご説明するポイントは3つ。上からコントラポスト、回転運動、骨盤の動きですね。これらが自然な動きにどう関係していくのか、一つ一つ解説をしていきたいと思います。はい、それではこちらがご相談のイラストになります。お悩みは活発的、元気なイメージで描きたいのですが、体の動きが硬いように見えてしまいますとのことでした。とても可愛らしく描けていますが、お悩みの通り若干動きにぎこちなさを感じます。そのぎこちなさの原因はズバリコントラポストです。このコントラポストというのは簡潔に言ってしまうと、体の軸のバランスを表す用語で、自然な動きを出すための基礎的な技術なんですね。ではこの絵のコントラポストがどのようになっているかを見てみましょう。はい、勘のいい方はすでにお分かりかと思いますが、顔、肩、骨盤の3つの横軸が全て平行になっていますね。綺麗に揃っているのに何が悪いのと思う方もいるかもしれませんが、人間の自然な動きというのは大抵この横軸がバラバラに動くものなんです。実際に走ってみると分かりますが、このように顔、肩、骨盤の3つの横軸を平行に動かすというのはかなり意識をしないとできません。これが硬さの原因なんです。つまり自然な動きを出すにはこの3つの横軸をバラバラにしてあげればいいわけです。ということでこちらが修正後の絵になります。元気なイメージということで、顔は少し煽りのアングルでカメラ側に向け、肩と骨盤の動きをずらしてみました。これだけで動きが柔らかくなり、印象が随分と変わりましたよね。このコントラポストは本当に基礎的な技術で、実は多くのサイトですでに解説されているんです。ですのでここからは美術解剖学の知識をもとに、この動画だけの自然な動きの出し方についてもう少し踏み込んで解説をしていきます。初心者さんだけではなくプロの方にも役立つ知識なので、ぜひ最後まで動画をご覧くださいね。はい、ではこちらが次のお悩みイラストになります。このシーンは後ろの人物を守りながら投げられた手榴弾を蹴り返す場面ということで、なかなか複雑な動きですね。お悩みとしては上半身と下半身のバランスが取れない、動きが硬く棒人間のようになってしまうということでした。こちらも先ほどのイラストと同様、コントラポストを探っていくと顔と肩が平行なラインになっていますね。ですがこのイラストの最も大きな問題点は回転運動がないということです。回転運動って皆さん意識したことはありますか？実は動きのあるポーズを描くには鏡の前で実際に同じポーズをとってみるというのが一番わかりやすいんです。いやー、ちょっとだるいな。
と思うかもしれませんが、机の前で悩んでいるよりもずっと得るものがあるので、一旦動画を止めてぜひやってみてください。さあどうぞ。はい、皆さんできましたか？実際にやってみると分かりますが、蹴りのスイングをした場合、人間の体というのは回転の動作をします。このように正面図から見た場合に、頭、上半身、骨盤の順でそれぞれ別の傾きができます。これが回転運動なんです。これを水平アングルで再現すると、骨盤は固定したまま上半身は向こう側を向きます。そして顔は蹴り返す手榴弾を見なければいけませんので、正面側、手榴弾の方向を向きますよね。そして回転するときは腕も一緒にスイングをしますので、この形に持ってきました。実際には右腕はもう少し前にスイングするのですが、元の絵を尊重してこのようなポーズに落ち着きました。ではこの回転運動の可動ポイントについて解剖学的に解説していこうと思います。ここからいよいよ本格的な美術解剖学の解説になりますので、心してくださいね。まず胴体が回転するポイントはすべて背骨にあります。人間の背骨は3つのパートに分かれていて、1番目がこの赤い部分、首の頸椎、2番目が胸部、青色の胸椎、最後が緑色、腰の腰椎です。頸椎は首の先端から2番目のこの部分が回転稼働します。最大で両側にそれぞれ45度から50度。胸椎はこの胸椎と腰椎のつなぎ目、この部分が両側にそれぞれ最大35度動きます。腰椎はこの骨盤とのつなぎ目、両側に最大で5度前後となっています。ちょっと複雑ですね。でも大丈夫です。下に行くにつれ回転可動域が小さくなると、まずは簡単に覚えてください。胴体を回転させるのはこの胸椎と腰椎ですので、最大の可動域は合わせて40度ほどとなります。こことても大事ですよ。なぜかというと、回転が40度以上になるとこのように筋肉が追いつかず、上半身と下半身が自然につながらなくなります。回転オーバーにはくれぐれもご注意くださいね。以上が2つ目のポイント、体の回転運動でした。さあそして最後です。疲れてしまった方もいるかもしれませんが、あと少しですのでお付き合いくださいね。自然な動きを出す方法、最後の3つ目は骨盤の動きです。骨盤の動きについては大半の方が意識したことはないんじゃないでしょうか。まず胴体の骨格はこのように上半身は胸郭、下半身は骨盤とに分かれています。骨盤は太もも、この股関節の動きにダイレクトに連動するので、このように足を上げると後方へ傾くんです。このイラストではこのように蹴りの動作で足が上がっているのに、骨盤に動きがなく股間が下を向いてしまっています。そして片側の足を上げた場合はこのように足を上げた側に傾きができます。つまりこのイラストでいうと、本来ならキックをした右足側へ引っ張られる形で骨盤の横軸が上がることになります。それを踏まえて修正したのがこちらです。骨盤は後方に傾け、股間部分も上に上げます。そして足を上げた側へ横軸を引っ張り上げました。どうでしょうか。だいぶ動きが柔らかく自然になりましたよね。このように体の構造や仕組みを考えながらそれぞれのパーツを動かしてあげると、より自然な動作を狙ってかけるようになるというわけなんです。現在私は美術解剖学を進行形で勉強しており、このようなまとめをピクシブファンボックスやパトレオンといった月額制のクリエイターサービスで有料公開しています。今回解説した胴体の回転、
骨盤の動きは説明欄のリンクでより詳しく解説していますので、もっともっと知りたいという方はぜひチェックしてみてください。英語版も公開していますので、海外の方も字幕を参考に説明欄をご覧ください。 Twitter と Pixiv では無料の画像解説を随時公開していますので、ご興味のある方はそちらもぜひフォローしてください。はい、では動きを自然に見せる方法、最後に今回の3つのポイントをまとめますと、1つ目がコントラポスト、体の横軸ですね。そして2つ目が回転運動、これは顔、上半身、骨盤の向き。最後3つ目が足の動きに合わせた骨盤の傾きです。骨盤は足を上に上げると後方へ傾く、そして片足を上げるとその陽光に引っ張られた横の傾きができます。この3つを意識するだけで人体に自然で生き生きとした動きが宿りますので、ぜひ取り入れてみてください。というわけで今回の動画はここまでになります。このようにこのチャンネルではあるあるの人体の悩みを美術解剖学の知識で解消する動画を公開していきます。今回の動画がお役に立ちましたら、ぜひチャンネル登録と LIKE ボタンを押していただけると中の人のモチベーションがとてもアップするので嬉しいです。またこのチャンネルでは動画のアイデアとなるイラストとお悩みを随時募集しています。どうしても人体のこの部分をうまく描けない、苦手を克服したいといったピンポイントでのお悩み大歓迎です。ご希望の方は説明欄のリンクから募集要項をお読みの上、ぜひご応募ください。お待ちしております。それでは最後までご視聴いただきありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。